どうもこんにちは。今回はスーファミ修理の2台目です。こちらのスーファミはメルカリで買いました。不具合の症状は分かっています。説明文には通電は問題ありませんでした。でも映像出力がうまくいかず派手にバグり散らかします。クロノトリガーは最初の振り子の部分だけなんとか映りますが、始めた瞬間ぶっ壊れますとのことです。バグり散らかすそうです。これは楽しみです。クロノトリガー名作ですね。皆さんどのシーンがお気に入りですか？私はあのカエルが大好きなので、このチャンネルのエンディングにカエルの勇者を BGM で使っています。カエルが親友サイラスの石を継ぎ、修復された伝説の剣グランドリオンを掲げてマナンクツを真っ二つに割るシーンは心にグッときました。これも初期型ですね。それではどういう状態か確認しましょう。コンポジット出力です。振り子がダイナミックに飛び跳ねています。タイトルもクロノがどっかへ行ってただのトリガーになってますね。S 端子でも確認しましたが全く同じ状態でした。なるほど、バグり散らかしてます。画面はこの後ここから動きません。画面の動きがとっちらかってよくわからなかったのでブラウン管テレビで確認します。振り子が飛び跳ねていたのは同期ずれしていたからですね。故障の症状を確認するのはゲーム機から出力された映像信号をデジタル処理しないブラウン管テレビの方が分かりやすいですね。動画の撮影があるので映しやすい液晶テレビを使っていますが、アナログの方がいいところもあるんですよね。何度か起動を繰り返していると先に進むようになりました。コンデンサの劣化も絡んでそうですが、それだけではなさそうです。スプライトも崩れていますね。2台目で来てしまいましたか。グリッチしている強敵です。これは中ボスレベル、いやそれを超える破壊力です。画面を壊す破壊の鉄球、振り子の魔人と名付けましょう。ドンキーコングです。こちらの方がグリッチしている状況がよくわかりますね。これは単純なバグり方ではないので、おそらく複合した故障ですね。なるほど、状態は分かりました。分解は前回やりましたのですっ飛ばします。パカッと開けてポポッと外して、またパカッと外して、またパカッと外せばすっぽんぽんです。さてさて、 AV 端子から出力されるコンポジット信号を観測しています。全体的にケバケバしていてエッジがとんがってますね。これはダメですね。前回修理した1台目の正常なコンポジット信号です。同期信号とカラーバーストのとんがりもなくケバケバもないですね。綺麗な波形です。次に RGB エンコーダーを見ましょう。この7番ピンがコンポジットビデオ出力です。ここですでにケバケバになっているということは
RGB エンコーダーもしくはその上流に問題がありますね。ちなみにこれが正常な波形です。入力側を調べましょう。この一つ下の8番ピンがコンポジットシンク入力です。同期信号は問題ないですね。正常な波形も同じです。20番ピンが PPU からのアナログ赤信号入力です。RGB 信号の赤色ですが、これだけではちょっとよくわかりませんね。正常なのはくっきり見えますが気のせいでしょうか。まあでもグリッチしていたので RGB エンコーダーの故障ではなさそうですよね。もっと上流のスプライトを生成するところですでに壊れているはずです。ここからは基板前面の故障箇所を調べることになります。これを使います。バーンインテストカートリッジと呼ばれるもので、任天堂公式の修理サポート窓口で用いられていたハードウェア診断検査用カートリッジです。故障が疑われる本体の内部基板、コントローラーおよび周辺機器の動作を検証・特定するために開発されました。それがなぜアリエクで売られているのかがよくわかりませんが、あるものは利用させていただきましょう。破壊の鉄球、振り子のマジンでテストします。こんな状態でも動くもんですね。一瞬赤いものがちらっと見えました。オブジェ L オーバーがフェイルです。他はパスしていますね。バグり散らかしてる割にエラーは一つだけでした。しかしバーンインテストの項目は未知の単語が並んでいて、ちんぷんかんぷんですね。映像信号が作られるまでの内部データの流れと各ハードウェアの役割を軽く勉強しましょう。CPU はロムカートリッジからゲームプログラムを読み込み、キャラクターの座標や背景のスクロール位置などを計算し、一旦ワークラム上にデータを準備します。CPU 自身がデータを1バイトずつ映像メモリへ書き込むと処理が追いつかないため、画面の描画が行われない短時間を利用して、CPU に内蔵された DMA コントローラが CPU の代わりにデータを一気に転送します。データの行き先は3箇所です。OAM、オブジェクト属性メモリはスプライトの XY 座標や使用するグラフィック番号などの属性情報を格納する544バイトのメモリです。PPU1 のチップ内部に組み込まれています。VRAM、ビデオラムは PPU1 の外部に独立して実装された 64KB の SRAM です。ここには背景のタイルデータや画面全体のマップデータが転送されます。CG ラム、カラーパレットメモリは映像の色情報を格納する512バイトのメモリで PPU2 のチップ内部に組み込まれています。画面への描画期間に入ると PPU1 は外部の VRAM から背景を、内部の OAM からスプライト情報を読み出し、デジタルピクセルデータを組み立てます。その後、PPU2 が内部の CG ラムを参照して色をつけ、内蔵 DAC でアナログ RGB 信号に変換して、RGB エンコーダーへ出力します。さて、本題に戻りましょう。バーンインテストで出たオブジェ L オーバーですね。これはオブジェクトラインオーバーの略称です。スーファミの画像処理においては、1本の操作線上に表示できるスプライトの上限が32個またはタイル34個分と定められています。この上限を超えた際 PPU はフラグを立てます。バーンインテストはこの限界検知ロジックが正常に機能するかをテストする項目です。どの部品が故障するとこの現象が起きるのでしょうか。最も怪しいのはこの PPU1 でしょうね。海外のフォーラムではこのオブジェ L オーバーや OAM のテストにフェイルし、かつスプライトが乱れる症状は PPU1 内部のスプライトオーバーレイ処理の破損として報告されています。他に VRAM の破損や CPU 側のタイミング制御ロジックの故障も原因になり得ますが、両方ともバーンインテストに項目があり、
テストもパスしているので可能性は低いでしょう。ということで PPU1 を探っています。この辺りがデータバスのピンになります。ピンホールからデータバスの信号の流れを測定しました。こんな感じで波形は拾えますがデジタル信号なので内容はさっぱりわかりません。断線がなく同通しているかどうかを確認しましたがデータバスは問題ありませんでした。100番ピンのマスタークロックです。特に問題ありません。PPU1 に供給される電源を調べています。ここのピンホールを使って測定するのが安全です。表面のチップの足は間隔が狭いので隣の足に接触すると一発でアウトです。ピンボケしているのでカットしますが問題になりそうなリップルノイズもありませんでした。これでは調べるところが多すぎて拉致が開きません。基板の問題なのかチップが問題なのか切り分けをしようと思います。 PPU1 を前回修理した基板から借りてテストしましょう。まず調査中の基板の PPU1 を外します。フラックスはたっぷり塗ります。足もかなり細くなっています。再利用するので足を曲げると取り付けるときに調整が大変です。100ピン QFP リードピッチ 0.65mm ですか。なかなか手強そうですね。デモラスボスのワンチップは160ピン QFP リードピッチ 0.5mm です。これぐらいで手こずるわけにはいきません。低融点ハンダをなじませてます。なるべく基板やチップに熱をかけたくないのでできるだけハンダゴテで済ませたいのですが、さすがにこれはハンダゴテでは厳しいのでホットエアを使います。温度は低融点ハンダを使っていますのでもっと低くても取り外せますが350度に設定しています。一箇所に熱が集中すると基板が焼けて膨れてきたりチップが破損しますのでこのように円を描くようにくるくると熱を加えていきます。ハンダがツヤツヤになってきました。ハンダが溶けきっていない状態で無理に剥がすとランドごと剥がしてしまいます。ツンツンして動くか確認してください。そろそろですね。きれいに取れました。正常な PPU1 を取り外します。まさか直したばかりのスーファミから数日で PPU を引っこ抜くことになろうとは思ってもみませんでした。そろそろですね。
半田水取機で回収すると再利用できるのがいいです。融点は使うたびに上がっていきますがね。きれいに外せましたね。上出来です。TPU1 の取り付けです。ちょっとくっつかないで。動画ではサクッと位置合わせしていますが、30分ぐらい基板をくるくる回して調整しました。一辺を合わせると別の一辺がずれるんですよね。それを延々と繰り返すことになります。2点をつけたところでしっかりとずれていないか確認してください。ここならまだ簡単にやり直せます。取り付けのポイントはここですね。このチェックで成功か失敗か決まります。ずれはありません。大丈夫です。チップを固定します。これで勝ち方です。あとは何とでもなります。プチプチを潰す感じで黙々とやるだけですね。
足がきちんとハンダつけてきているか1本ずつチェックしています。全部確認しましたが問題ありませんでした。ハンダがジャンパしていないかテスターでチェックしています。すべてのピンをチェックしましたが問題ありませんでした。これにて完了です。動画では順調に作業したように見えますが、実はこれテイク2なんですよね。1回目がこんな感じでした。バッチリずれました。チップを取り外してつけてをすでに1回済ませております。さて動作確認しましょう。あらま、ダメですね。症状変わらずです。振り子の魔人強敵です。最も怪しいと思っていた PPU1 が正常でした。まあでも大きな切り分けができました。PPU1 周りのチェック作業が大幅に減ります。となると VRAM か PPU2 か CPU、 ひょっとして基板、これらのどれかの故障を疑わなければなりません。どれも可能性が低いと思っていただけに謎は深まりました。またまた泥沼へ引きずり込まれました。次回作戦を立て直して原因を突き止めようと思います。これからもコッパさんの作業台ではこのような動画を作っていきます。もし気に入っていただけたならチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。